皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の25日金曜日ですね。時間が約1時間20分ぐらい遅れましたね。現在日本時間の夜の9時50分ということで、またしてもちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、自分と家族と社会全体の命と生活と資産、自由と人権、平和を守るために我々は今何をすべきかというナンバー1ですね、が今日のメインテーマです。明日の猫勉強会の、4人のパネラーそれぞれテーマが違うんですけど、私の場合は、市民革命政権樹立するためには何をすべきかというテーマを取り上げますので、それに関連したことをちょっと今日取り上げたいなというところからこのテーマに決めました。ということで、ワイワイニュースライブ、今日は通算で2874回ですね。いつものようにツイキャステレビのメディアを使って、正面からの一元放送ということです。現時点で、映像も音声も順調に配信されているということですね。ということで、今日の放送を始めたいと。最初は昨日の放送、木曜日の放送のメインテーマですね。昨日付のハンギョレ新聞日本語版記事、韓国史を学びに来た日本の10代慰安婦の被害直接聞いてがネトウヨ組織攻撃のためサイトから削除されたというテーマだったんですね。で、そのテーマに沿ったYouTube 向けの表紙を作っていただきました。これですね、ネトウヨ組織攻撃により削除というこれですね、少女像がある博物館ですね、これ。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが308名、YouTube は414名で、全部で722ということですね。そして次にお知らせとして、明日になりますけど、10月26日土曜日午後の5時7時に第24回目のネット勉強会、ネッコ勉強会を開催して、ワイワイニュースライブでライブ中継するというご案内ですね。そして今回は統一テーマではなくて、4人のパネラーが各自のテーマに沿って、最初15分ずつ説明して、残りの1時間で4人がフリートークするという企画ですね。で、天野さんが元康さんが消費税増税の意味とは何かと、大津恵子さんが首相には衆議院解散権はないんだと、三角忠さんが権力による関西生コン弾圧の真相とは何かと、そして私が安倍晋三事項ファシスト政権を打倒し市民革命政権を樹立せよと、こういうテーマなんですね。それで先ほど来たんですけど、この根っこ勉強会の表紙をですね、作って、もらってギリギリに間に合ったんですけど、これ面白いんですよ。2枚あるんですね。で最初はですね、これです。世直し戦隊根っこレンジャーということで4人がですね、これなんとかレンジャーっていうテレビ番組だと思うんですけど、これの戦闘服を着て、戦うぞという姿勢を、各パネラーが構えているということですね。世直し戦隊根っこレンジャーという4人組なんですね。そして、各パネラーのテーマですね。天野さん、それから大津恵子さん、それから三角さん、私という
なかなか面白いですよね。これね。これ毎回使いますね。ということです。そして今日の画像ですけど、最初がこれ田中隆作さんの記事なんですけど、今日付ですね。香港の反政府デモスローガンの一つで、香港 is not China と同じように、カタロニア is not Spain ということで、カタロニアの独立運動に対する猛烈な弾圧が香港への香港政庁及び中国人民解放軍による猛烈な警官隊の弾圧とそっくりだということで、香港の集会にこのようなパネルが登場したっていうんですね。これカタローニア is not Spain ということで、ですから連帯の同じ、独立運動ですよね。独立運動に対する猛烈な弾圧が続いているということで、カタロニアスペインカタロニアの独立運動と、それから香港の自由を求める香港市民の戦いっていうのは共通なんだというスローガンが登場したということで、非常に興味深いですよね。これと台湾とかですね、あるいはジレジョンヌフランス、あるいはパレスチナイスラエルに対するパレスチナ運動とか、あるいはクルド民族運動とかトルコに対する、これ全部が同じ構造なんだというふうに、世界的な横の連帯ができれば素晴らしいですよね。ということです。から2つ目がですね、今日のトピックスの中で取り上げますけど、この伊藤詩織さんを強姦した容疑者の山口紀之という元 TBS ワシントン支局長を、民事で訴えたんですね、伊藤詩織さんは。その山口の顧問弁護士がいるんですよ。で彼がブログでですね、伊藤詩織さんに対する罵詈雑言をやって、ヘイトスピーチ、差別発言を繰り返しているということで、彼が所属している愛知の弁護士会が懲戒を求めたという朝日新聞の記事があったんですけど、朝日新聞記事ですね。弁護士がブログで伊藤詩織さんを侮辱と懲戒審査求める議決をしたということで、ただこの弁護士の実名等々出てないんですよね。なんで隠すのかということで、私は実名と、それからこの弁護士の顔写真ですね、これ山口紀之と、それからこの顧問弁護士が北口正明という弁護士なんですね。これはもう悪質なですね、いわゆる民事裁判の中でも詩織さんに対して非常に侮辱的な、あるいは恥ずかしいような発言を強制して連発するという、第2第3のレイプを繰り返しているような弁護士なんですね。こんなやつは懲戒請求して懲戒にすべきなんですよ。弁護士世界から追放すべきなんですね、これね。ということで、この2人ですね。から3枚目がですね、小池百合子がまたなんかあまり、いわゆる自分がつんぼ桟敷に置かれたまま競歩とマラソンの大会の会場を東京都から札幌の方に、移すという決定が IOC がしたということに対して小池百合子は怒り心頭なんですね。それでなんか北方領土でやればいいとかなんか捨て台詞を繰り返してるんですけど、
今日の新聞では福島でやればいいというふうに、主張し始めたということなんですけど、彼女がですね、3年前2016年7月31日実施の東京都知事選で掲げた公約があるんですよ。7つゼロ、これでもう3年以上経ってるんですけど、で来年の7月で4年の任期切れるんですけどね、彼女の公約ゼロっていうのを7つ並べてるんですけど、何にも実現してないんですよ、これ。例えば、待機児童ゼロ、これ幼稚園、保育園、それから残業ゼロ、ふざけんなと、満員電車ゼロ、ペット殺処分ゼロ、介護離職ゼロ、都道の電柱ゼロ、これこの前恥かいたんですよね。いわゆる 7% しか無電柱実施されてないと、東京では。ロンドンとかパリは 100% ですよ。香港も 100% ですよ。香港そうですね。でソウルが 60%、東京は 7% と。こいつは本当できもしないことを空手形をこういうふうにやってまんまと200万票せしめて当選してるんですけど、その後3年間この公約、7つのゼロ公約がどこまで進んでるかっていう検証を誰も要求しないんですね。都庁の記者クラブに所属してる、記者、小池百合子のこの7つの、あなたは3年前にこのような公約、ゼロ公約を7つ掲げましたけど、現在の進捗状況どうなってるか、公約がどこまで実現できてるのか、あなたはちゃんと説明する、義務がありますよってなんで言わないんですかね、これね。これにまんまと200万人の東京都民は騙されたんですよ、これ。とんでもないやつですよ、これは。小池百合子。嘘つきですよ。というんで、この公約ですね。7つのゼロです。そして、4番目が、これも今日のトピックスの最初に、取り上げましたけど、日刊現代の記事、NHK 岩田明子氏に、解散明言、永田町を駆け巡るメモの噂という、岩田メモっていうのがなんか出回ってんじゃないかと。そしてそれは親しいお友達の安倍晋三と直接会った時に安倍晋三が彼女に、いわゆる改憲議論が一向に進まないと、かなり頭にきているということで、来年1月の通常国会冒頭に解散するというふうに彼女に言ったということがメモとして出回ってるよという噂なんですけどね。それじゃあこの岩田明子っていうのはどういう顔してんだと。ここでもですね、安倍の友達であり、彼女は山口紀之の友達でもあるんですね、これね。だから裏で全員がつながっちゃってるという典型的な写真ですよ、これね。いうことです。ということで、今までのところをアップしますね。昨日のテーマ、ちょっと長い。これはあれですね、昨日のハンギョレの記事に出てたこの40名の日本の高校生を送り出した
中央大学附属の高校、そして、担当の在日コーリアンの先生の名前まで出てたんですね。だからおそらく直接ネット運用がですね、この高校に、例の、不自由展のその後と同じように、1日2日3日ぐらいで1000とか1500の組織的な抗議、脅迫、テロ予告等々をおそらくしてんでしょうね、すでに。ネット運用が組織的な書き込みをしたということで、ハンギョレ新聞の日本語版のサイトから削除されているということなんですね。そして、現時点での視聴者数722ということですね。そして明日土曜日の猫勉強会で画像の1と2ですね。これ面白いですね。このようなユーモアたっぷりな絵っていうのは楽しくなりますよね。レンジャー隊。で今回のテーマは統一テーマがないということで、個人のパネラー別々ということで、天野さん、消費税増税の意味とは何かと、からシリア情勢もなんか取り上げたいと言ってますね。から大津恵子さん、首相には衆議院解散権はないんだと。から三角正さん、権力による関西生コン弾圧の真相とは何かと。そして私の安倍晋三自公ファシスト政権を打倒し市民革命政権を樹立せよと。それしか日本が生き延びる道はないよと。日本が再生する道はないよと。こういうことなんですね。ということです。皆さんからのコメント。雪丸松さん、かぼちゃプラス3点ですか。それから砂ずきんさん、緑のたぬきと異名を取る小池百合子、声だめか、声だめトライアスロンの行方はということで、誰も追求してないんですよね、この声だめトライアスロン。彼女はこういう自分に都合の悪いことは沈黙するんですね。それでもう1930年代に作ったいわゆる合流方式という、いわゆる下水生活排水の下水道と、それから雨等々の下水道を一緒にして、そして、雨が降らない時はその合流下水管を通して浄水場に行って、浄水されるんですけど、一旦雨が降るとですね、もう溢れるということで直接、東京湾に流しちゃうということなんですね。ため池に流しちゃうと、こういうダメなんですね。という30年、ですからもう70年以上近代的な浄水システムとしての分流方式に変えてこなかったというツケがバレちゃったんですね、これね。彼女はこの間に関しても一切沈黙してますよね。東京都ですよ。東京都の下水道ですよ。から電柱の無中化なんていうのはゼロですって。7% しかやってないんですよ。K さん、
今の安倍内閣は本当にどうしようもない集まりになっています。なってしまっていますみたいな。日本は彼らに乗っ取られている状態で、彼らこそあらゆる、ある意味日本国憲法のテロリストと、日本国憲法を破壊するテロリストですよね。K さん楽しくなってきましたと。からコンティニューコインですね。石森さん、根っこレンジャーかということですね。からいつものように、砂ずきんさんが毎回、このコメントをアップしてくれています。初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有。ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。いつもありがとうございます。それから今日のメインテーマですね。自分と家族と社会全体の命と生活と資産、自由と人権、平和を守るために我々は今何をすべきかと。ナンバー1ですね。今日のメインテーマ。ただいま配信中と。から石森さん、山崎康彦ワイワイニュースですと。ワイワイニュースライブですと。アフターマッチさんがお茶ですね。石森さん、お茶。配信ありがとうございます。中ん3193、コンティニューコイン、配信ありがとうございます。から土屋純一さんですね。お茶バック10、配信ありがとうございます。コンティニューコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。それと、砂ずきんさん、お疲れ様でした。愛知トリエンナーレということで、これは昨日の放送が終わってからですね。終わった後ですね。で、今日の放送の前か、これですね。路上にあふれ出た独立運動と、スペイン・カタルーニャ州で何が起こっているのかということですね。レイバーネットですね、これは。から平和専門家ジョージ・ W. ブッシュが孤立主義は平和にとって危険だと主張。マスコミに載らない海外記事。10月25日。から海外デモを伝えた中国人記者を拘束と報道。問題視された記者の文章には何が記録されてたのかということですからリツイート。土屋十勝映画監督。不法ドキュメンタリー「普通の仕事がしたい」の主人公皆倉信和さんが心筋梗塞のため亡くなった。去年49と。若いですね。これは被爆の影響じゃないですかね。心臓。普通の仕事がしたい予告編ということですけどね。はい。ということで、今日の映像ですね。次は。これは先ほどまで、令和新選組代表の山本太郎さんのおしゃべり会が佐賀市で行われてたんですね。それのライブ中継してたんですけど、今、YouTube の録画になっていると思いますので、2960人が視聴中ということで、これを今日取り上げましたね。頑張ってますね。佐賀ですよ、今夜は。彼の場合は双方向だがいいですね。今日の画像はアップしましたっけ？してないか。してないですね。今日の画像アップしなかったですね。これ最初は田中隆作さん、カタローニャの独立運動。スペインっていうのもすごいですね。フランコのファシズム独裁と変わんないですね、これね。彼らがやってることは。地方からの独立は一切認めないと。で、最高裁が直接あれですよね。重罰を科すというふうになってるんですね。
だからファシスト国家ですよね、スペインは。いまだもって。それから伊藤詩織さんを強姦したということで逮捕を逃れたんですね。山口紀之。彼女を刑事訴追を日本の検察が全て、取り上げないということで、彼女は民事裁判に訴えたということで、その山口紀之の顧問弁護士、が北口正明という名古屋ですよ、名古屋。彼が自分のブログでですね、伊藤詩織さんのことを侮辱したということで、所属している愛知県の弁護士会で懲戒免職の請求求める決議が上がったということですね。北口正明って言うんですよ、これ。とんでもない弁護士ですよ。それから小池百合子。口から出まかせ。公開質問状出すかね、彼女に。7つのゼロが一体どうなってるのか。あなたはこの3年半、3年と4ヶ月かの間で、この公約がどこまで実現できてますかっていう公開質問状出そうかね。このことを一切スルーして、来年また6月か7月に都知事2期目立候補するっていうのは到底許せないですよね。雪丸馬さん、 IOC の鶴の一声で会場変更するしかないと。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。だから IOC とそれから JOC が、だから知らないのは彼女だけということで、JOC の森喜朗なんかは当然相談を受けてたんですね。それで札幌がいいというふうに、JOC が決めて、それを IOC が追認したと。あまりも東京での開催に関しては危険がありすぎるというのは普通考えてもそうですよね。それでなんか水をまいて、地表の温度を下げるとか、あるいは日傘みたいなものを頭からかぶるとか、あるいは冷たい蒸気をカーテンみたいにして、出すと。そのぐらいしか彼女は提案してないんですよね。下手するとあれでしょ、死者が出るでしょこれ。ということですね。そして、今日の彼女の7つのゼロですよこれ。3年前に言ったことどうなってんのと誰も聞かないんですかね。都庁の記者クラブで聞かないように決定してるんですかね。タブーなんですかね。これですね。それから安倍友であり、この岩田明子という NHK の解説員、安倍の広報、これが山口紀之とも友達だという写真ですね。みんなつながってると。から今日の映像 YouTube、今日佐賀での令和新選組山本太郎主催のおしゃべり会のライブ中継があったんですね。
K さん、武田元会長もまた関わっていたらしいと。本日都知事に対して IOC の方は選手の健康状態を考えたこの前の大会で 40% の棄権者が出たことに対して決定に至ったと説明していたということなんですか。ということですね。で、今日の注目情報ですね。これは田中隆作さんの香港発空港封鎖デモ戦術も学び合うということで、独立闘争は海を越えてつながるという、これはなかなかいい記事ですね。雪丸馬さん、そうですよ、学歴詐取なんですね。これ取り上げましたよね。アラビア語っていうのは非常に難しいんですよね。ロシア語と同じように世界で一番難しい外国語と言われてるんですけど、それを彼女は1年、語学アラビア語の外国人留学生向けの1年コースを出て、そしてカイロ大学のいわゆる本学っていうんですかね、に編入して、そして2年で卒業して、それも最優秀で卒業したという全くの嘘をでっち上げて、そして政治家になったんですよね。だからもともと嘘つきなんですよ。利用できるものは何でも利用するという。何でしたっけ。今日のあれだ。今日の映像、あれ、これはアップしましたっけ。今日アップしましたね。はい。そして今日の一言ですけど、これはなかなかいい記事があったんですね。これは元の文科省の事務次官の前川喜平さんの東京新聞本音のコラムっていうコラムがあるんですけど、10月20日付、これがなかなか良かったんで、これを転載するということなんですね。要するに、一つは全国の小中学生の学校への不登校の小中学生の数が16万4528人と、対前年比で 14.2% 増になっているという、16万人が学校に行ってないと、小学校中学生という現実ですね。12年度と比べれば6年間で 1.5 倍になったということなんですね。で、最も多い原因が家庭に関わる状況 37.6、 いじめを除く友人関係 27.8、 学業の不振 21.6、 そして教職員との関係をめぐる問題は 3.1、 いじめは 0.6% しかない。これ嘘でしょうね。これ文科省が発表したんですけど、いじめが原因で不登校になってる子どもたちは 0.6% しかないっていうのは嘘だと。だから中学からの報告だから、学校に都合のいいバイアスがあると見るべきだろうと。それはそうですよね。で、不登校の子どもの学校への不適用ではなくて、学校の子どもへの不適用だと考えるべきと。鋭いこと言ってますね。そうなんですよ。学校が対応できてないんですよ。要するに居心地が悪いんですよ、子供にとって。だから無理して行く必要ないんですよね、今の学校なんか。フリースクールか、あるいは自分両親が教えればいいんですよ、一緒に。16万人ですって。
で不登校の子どもの学校への不適用ではなくて、学校の子どもへの不適用と考えるべきと。そうなんですよ。子どもが不適用じゃなくて、学校が子どもにとって居心地のいい場所になってないからですよ。そしてもう一つが自殺ですね。18年度小中高の自殺者は332人で対前年で 32.8% 増と、悲しむべき数字と。332人ってことは1日1人自殺してるんですよ、小中高日本の子どもたちは。そんな国ないでしょうね。何としても自死だけは思いとどまらせたいと。で自死を選ぶのは家庭にも学校にも居場所を失った子どもと、そういうことなんですね。彼らには温かい居場所が必要なんだと。まさにこういう人が文科省のトップにいるべきなんですね。とんでもないやつが、萩生田みたいな極右ファシストが文科大臣に、居座ってるわけでしょ。というのが今日の一言でした。前川さんですね。彼なんかはですね、山本太郎政権ができたら官房長官がいいんじゃないですかね。官僚だったんで、日本の官僚組織全部知ってますんでね。そして今日の推奨本ですね、朗読ですね。これ推奨本、ジム・ロジャース日本への警告ということで、今日は第41回目ですね。第4章、家族とお金を守るために私が学んだ9つの成功法則ということで、3番目ですね、結婚出産を急ぐなというところです。ここ読みます。結婚出産を急ぐなと。かつての私は子供など絶対に作らないと考えていたと。5人兄弟の長男として育った私は、弟たちの世話がとても大変で、大人になったら絶対に子育てなどという余計な苦労を抱えたくないと思っていたのだと。子育てにはたくさんのお金と時間とエネルギーがかかる。だから以前の私は子供のいる人たちのことをとても気の毒に思っていたと。なんと愚かなことを、人生を台無しにしていると。今は自分が間違っていたことが分かると。完全な間違いだった。2人の娘は本当に可愛くに、24時間一緒にいたいと思っていると。娘たちを授かってから幸福感は高まり、人生の喜びを感じ、涙する機会も圧倒的に増えたと。子供が生まれると人生が変わると多くの人が言うと。若い頃にはとても信じられなかったが、今はその言葉が真実であることを知っていると。しかし若いうちから結婚や出産といったものに関わることには反対だと。私の娘たちにも28までは結婚してはいけないと何度も言ってきたと。もしその前に結婚したいと言うなら、ちょうどいい年齢まで部屋に閉じ込めるぞと。ほとんどの人間は22歳の時には何も知らないもんだと。23歳の時には何も知らないと。自分自身についても、そして世界についても、自分がどのような人生を歩み、どんなパートナーを望むのかもなかなか理解することはできないだろうと。物事が分かるようになるまでは、結婚を待つことは人生で成功を得る上で重要なことだと。もっとも私自身、結婚に関しては手痛い失敗を経験していると。20代の時に経験した最初の結婚は大失敗で、自殺を考えたくらいだと。やはり自分のことを何も知らない若者にとって結婚は悲劇となり得ると。私が人生で初めて子供を授かったのは60歳を過ぎてからだったと。もし私が30歳の頃に子供がいたとしたら、
子供にとっても子供の母親にとっても、そして私自身にとってもひどいことになっていたことだろうということですね。なかなかそうでしょうね。やはり親としての自覚、若い頃っていうのは持てないですよね。だから28まで娘3人は結婚するんだって言ってるのは正しいんでしょうね。石森さん、私は小学校の頃、えーっと勉強をしたかったのに、学校の先生は知識もなく教科書をなぞるだけと、小学校は勉強するところではないのですかねという。だから日本も教師の質が悪いんですよね。私もあれですよ、高校時代世界史の先生が後ろ向いてですね、黒板を向いて、いわゆる世界史の教科書を黒板に書いて、生徒の顔をほとんど見ないというとんでもない教師がいましたけどね。だからそういう教師に教わると、その教科自体が好きになれないですよね。小僧君、鳩山幸夫元首相は25日、東京都内の会合を開き、新党結成を目指す考えを表明したと。名称を共和党としてまあ遅いんじゃないの彼。だからあれですよ、山本太郎と、彼金があるんだから山本太郎と一緒にですね、令和新選組の顧問として協力すればいいじゃないですか。またいわゆる新党を作るということで分断することないでしょうね。この共和党っていうのは一体何なんだということですよ。下手すると令和を分断するために彼が偽装野党を立ち上げるというふうに見られかねないですよね、今頃になって。雪丸松さん、私いますよ。息子2人も30いくつで、日系フランス人でフランスにいますよ。仕事してますよ。ということです。今日読んだところですね、ジム・ロジャース。これか。これですね。砂月さん、私の小中学校の頃、日教祖が華やかな頃、金八先生みたいな勉強熱血教師ばかりでしたという。そうなんだ。今どうしたんですかね、日教祖っていうのは。もう壊滅して、組織があるんだけどほとんど発言力ないんですかね。ゆかさん、コンティニューコインですね。ということで今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、自分と家族と社会全体の命と生活と資産、自由と人権、平和を守るために我々は今何をなすべきかと。ナンバー1で、まず第一に我々がなすべきことは、自分と家族と社会全体の命と生活と資産、自由と人権、平和を守ることは人間として最高に価値ある崇高な仕事なんだということを我々一人一人が認識することということなんですね。で、第二にこの最高に価値ある崇高な仕事を実行するための生き方を
我々一人一人が徹底することだということですね。それじゃあこの生き方とは何なのかということですね。で、最初の1、自分と家族と社会全体の命と生活と資産を守る生き方とは、1、日本と世界の支配と搾取の基本構造をよく理解することと、そのためには金融支配の仕組みをよく学ぶことが必要だと。から2番目、価値を生み出す実体経済に貢献すると。で、価値を生まない金融経済には組みしないことと。から3番目、収入の範囲内で生活すると。で、借金しないと。で、今ある借金を早く返済するということですね。で、4番目、政府と銀行が宣伝するキャッシュレス社会というのに雨ごとに騙されてはいけないよと。キャッシュレス社会とは政府と銀行による金融支配の最終形態であることをよく理解すべきなんだと。から5番目、現金主義を徹底することと。クレジットカードはやめてデビットカードに切り替えると。デビットカードっていうのは現金と同じですからね。で、年利 15.5% のリボルビング支払いは直ちにやめること。6番目、金融経済の崩壊による世界金融恐慌は近い将来必ずやってくることを理解することと。その際、真っ先に銀行預金封鎖が実施されるので、銀行預金は必要最小限にして現金を手元の金庫に置くことということです。だからキプロスとかギリシャで金融恐慌の時に真っ先に、銀行口座が封鎖されたということで、もう銀行のシャッターが閉まっちゃって、入れないんですよね。で、唯一あるのがATM。ただ ATM も1日1回、1000円とか2000円とか3000円ぐらいしか出せないという制限がかかってるから、とんでもない不便を強いられるというのは必ずありますからね。だから結局銀行口座に必要最低限の現金しか置かないと。あとは手元に置くと。で、手元にタンス預金だと、安全性の面で、不安なんで、ある程度重い、金庫ですね、耐荷金庫を買ってですね、2万とか3万ぐらいで売ってますんで、その中に、現金とか重要な、書類なんかを入れておくということが必要ですよね。から2つ目、自分と家族と社会全体の自由と人権を守る生き方とは何かということで、まず日本と世界の支配と搾取の基本構造をよく理解すると。特に、政治支配の仕組みをよく学ぶことですね。勉強することが必要なんですね。で、2つ目、真の民主主義とは直接民主主義なんですね。だから現在我々は民主主義っていうのは議会制民主主義で4年に一度の我々の代表である政治家を議会に送って、4年に一度選ぶと。で、ほとんどその議員が派閥なり政党を作って、自分たちでほとんど決めちゃうということで、民主主義っていうのは間接民主主義しか今ないわけですよ、日本には。直接民主主義っていうのはまずないんですよね。だから民主主義っていうのは2つあるということすらも知らないということで、直接民主主義こそが民主主義なんですよ、真の意味で。だから我々は真の民主主義社会を作るには直接民主主義が主で間接民主主義が従の社会、主と従の社会。今はもう 99% 間接民主主義しかないんですね。だから民主主義なんて言ってても、日本語憲法に民主主義なんて言ってても
ほとんど機能してないっていうのはそういうことですよ。直接民主主義の国民投票制度とか、あるいは署名が10万名の署名が集まったら少なくとも国会の委員会でそのことが審議されるとか、あるいはスイスみたいに、国民イニシアチブということで10万の人たちが国民投票を憲法改正ができるテーマで国民投票を10万人の有権者が集まればですね、政府はたとえその内容が政府が反対したとしても1年半後には国民投票にかけるというふうになってるんですね。それで、投票者の過半数の支持を得られればそのテーマが正式に認められ憲法も改正されるという直接民主主義なんですね。だから直接民主主義、民主主義っていうのは直接民主主義なんですよ。間接民主主義っていうのはあくまでも10でしかないということなんですね。それで、政府や権力者による、個人の自由と基本的人権を破壊するということに対しては徹底的に抵抗すると、これが必要ですよね。だから今香港の市民、あるいはカタロニアの州民、あるいはパレスチナの反イスラエル闘争、あるいはジレジョンヌ、フランスの黄色い、ベスト運動ということをやはり徹底的に抵抗してるんですよね。から3つ目、自分と家族と社会全体の平和を守る生き方ということで、日本と世界の支配と搾取の基本構造をよく理解すると、特に軍事支配の仕組みをよく学ぶと。から真の平和とは何かというと、他人を殺さないと、他人の土地を侵略しないと、他人の所有物を略奪しないと、他人の自由を奪わないと、他人の人権を蹂躙しないと、すなわち人間の尊厳を尊重することなんだということなんですね。で、政府や権力者による平和破壊と戦争誘導には徹底的に抵抗するということがやはり生き方として個々人がこのような生き方を徹底するということが必要なんですよね。だから私はこのような生き方、徹底した生き方をする人が1000万人いれば市民革命政権は樹立できると。世界でおそらく5億人ぐらいがこういう生き方をすればですね、世界各国で、市民革命政権が樹立されるというふうに私は思っていますけどね。というのが今日のメインテーマでした。石森さん、勉強材料はこれから市民の手で作る電子図書館で、得るという作戦ですと。だから私は小中高大学まで、いらないという極論を唱えています。そうなんだ。石森さん、統帥を受けるという言葉もあり、教育というのは限られた人には役立つ場合もありますが、その他大勢には退屈なものと。いやでも双方向教育っていうのは一方通行だからつまんないんですよ。双方向の教育だったら面白いんですよね。知的興味があって、だから先生これは何でこういうになってんのと、子供がありとあらゆるものに対して興味を持ってで聞くわけじゃないですか。それに対して日本の教育先生っていうのは教科書中心ですから、くだらない質問は後にしろと。こっちは教科書を進行表通りに進めないといけないんで、無駄なことは質問するんだということで一方通行なんですよね。だから
子どもたちの素朴な疑問、真っ当な疑問に対してまともに答えないから退屈なんですよ。面白くないと、学校は面白くないと、先生は答えてくんないというふうになっちゃうんですよね。砂月金さん、早期の登校指導、夜間の補導、雑務でも教職員は裁量労働制でかわいそうということで、いわゆる教師としての本来の子どもと向き合う、双方向でも向き合うことがどんどんなくなって、いわゆる校長に対する報告書とか教育委員会に対する報告書とか等々のいわゆる事務的な作業が膨大になっていると。あるいは部活の先生なんかは大変ですよね。だからやめればいいんですよ。部活なんかやるんだと、外部の専門家に委託してお金払って部活の指導してもらうと。わざわざ担任教師が、部活の担当になって貴重な時間をですね、くだらない部活活動に費やすんじゃなくて、あくまでも子どもに向かうと、子どもに双方向で向かい合うという本来の教育だから、あれですよね、スウェーデンとかフィンランドとか等々の教育っていうのはそういうことなんですよね。日本よりも授業時間が全然少ないんですよ。フィンランドなんかはだいたい午前中で授業終わって午後は宿題なしと、遊べと、子供は遊ぶべきだというの、本当そうなんですよね。だから日本は文科省をトップとして、その中間に各教育委員会がいて縦系列だから、学校の校長なんかは常に上を向いてるわけですね。ヒラメなんですよね。だから裁判官と同じように最高裁の事務総局にみんな目がいっちゃってるということと同じように、生徒に目が向かないで、教育委員会あるいは文科省の方に目がいってる、ヒラメ教師ばっかということで、生徒にとっては何なんだというふうになるわけですよね。山本太郎さんも小坂信人さんも中卒であそこまで行ったぞと。そうなんですね。勉強材料はこれから市民の手で作る電子図書館で得ると。だからまあ個人で勉強する場合と、それからいわゆる教育者というか、その分野の専門家教育者に指導を受けて双方向で勉強する場合と2つあっていいんじゃないですかね。ゆかさん、興味あることに自発的に学ぼうとすると、それを手助けするのが教師の役目であれば、そういうことですよね。だから教科書なんかいらなくて、生徒が手作りで、その都度テーマを決めて、いわゆるガイドラインのプリントを渡して、それに対して生徒たちが自分たちでネットを使ったり本を見たりして、まとめてそれを発表して、そして、みんなで、討論すると。そういう教育方法が一番子どもにとっては面白いんでしょうね。石森さんです。幸いにも文科省は文科省は公文書改ざんで解体されることになるだろうし、教科書も廃止でいいでしょうと。そうですよね。だからいわゆる教育指導要領なんていう分厚いやつってのはいらないんですよ。
教師の指導的、自発的な教育現場主義に任せればいいんですよね。それで、各学校とか教師に必要なものを文科省が予算を取って、あるいは人員を確保して、いわゆる先生と生徒、学校のために奉仕するというのが本来の文科省の仕事でしょう。上にいて、偉そうにですね、細かいところまで指示するっていうのは逆なんですよね。一番下にあるべきなんですよね。薫陶感ということですね。ということで今日のメインテーマ、もう1時間61分ですね。前川さんみたいな役人や教師ばかりだと子供ものびのびと育つんだろうなという。そうなんですよ。子供っていうのは本来はあらゆることに興味を持って、なんでこうなの、なんでこんなになってんの、説明してよっていうふうに大人に聞くわけですよね。でそれを繰り返して大人が全然答えてくれないと、あるいははぐらかすということが続くと、もう相手にしないと、ちゃんと答えてくれないということで、興味自体を失っていくというで、極端になって絶望して自殺するというのが日本の教育でしょうね。学校教育は基本的に人間をダメにしていると思いますという計算だから。今の学校教育はダメにしてますけど、いわゆる戦前の軍国教育、愛国教育から解放された昭和20年代30年代はまだ日本は民主教育ということで先生たちも一生懸命やってたんですよね。それを破壊したのが自民党でしょう。文教族でしょう。石森さん、電波が悪いですねと。聞こえないってことですかね。そうか。今日のメインテーマ、ポイントだけですね。K さん、よく聞こえてます。まず第一に、命と生活と資産を守る、自由と人権を守る、平和を守るっていうことは、人間として最高に価値ある崇高な仕事なんだということを一人一人が理解するってことですよね。時々止まるのは私だけと。皆さんどうなんですかね。止まります？から第2に、この最高に価値ある崇高な仕事を実行する生き方を一人一人が徹底することだと。中途半端じゃなくてもう徹底するということなんですね。ゆかさん、コンティニューコインですね。いまだに運動会の組体操で人間ピラミッドをやらせる学校、なんか神戸市がなんか強制的にやらせてるバカみたいなことをやってるんですよね。ですごい怪我をするわけでしょ。人間ピラミッド、あんなのやって何が面白いんですかね。命と生活と資産を守る生き方とは何かということを、金融とか経済を中心にする。そうすると日本と世界の
支配と搾取の基本構造をよく理解すると、そのためには金融支配の仕組み、だから信用創造の仕組みですよね。信用創造特権を銀行家たちが独占しちゃってるということによって、金融経済が実体経済を破壊するほど大規模になって、実体経済をどんどん侵食していると、こういう基本構造ですよね。でその最高の一人のがロシアの国際金融マフィアだということでしょう。ゆかさん、運動会自体が競争を、そうですね、お倍数です。教育だから亡くなった方が亡くなった方がいいと。運動会もそうですよね、競争なんですよね、あれね。赤組と白組に分けて常に競争させるということですね。だからいらないです、あんなの。収入の範囲内で価値を生む、価値を生み出すか、実体経済に貢献すると。そして価値を生まない博打経済の金融経済には組みしないと。から個人収入の範囲内で、生活し借金しないと。だから今は必ず、収入以上の生活をするように仕組まれてるんですね。で借金して高い金利を銀行に払うということで銀行が儲かるような仕組みになってるんですね。でキャッシュレスっていうのを盛んに言ってますよね。これに騙されちゃいけないと。キャッシュレス社会っていうのはまさに銀行とから権力側が金融支配する最終形態だということで、いわゆる、そうですよね。から現金主義を徹底すると。クレジットカードは持たないと。デビットカードに切り替えると。そして年利 15.5% のリボルビングは直ちにやめると。すごいですよ、 15.5 ですよ。知らないで使ってるんですよね、便利だから。から金融経済の崩壊による世界金融恐慌は必ず将来やってくるとジム・ロジャーズさんが盛んに言ってますよね。その際真っ先に銀行預金封鎖が実施されると。銀行預金は必要最小限にして、現金を手元に置くと。しっかりした金庫、重い金庫を買ってですね、そこに入れとくと。マイクロチップを埋め込んで、医療情報、金融情報など個人情報を全てそこに入れて、社会から抹殺することも消すこともできる時代にそこまで来ているということですね。だから猫とかペットにチップを義務付けるっていうのはもう始まってるんですよね。であと米軍の兵士には義務付けられてるんじゃないですか、チップ、埋め込みチップ。それから自由と人権を守る生き方ということで、日本と世界の支配と搾取の基本構造をよく理解すると。そのためには政府支配、各国政府のいわゆる政府支配がどのような仕組みになっているかをよく勉強する必要があるということでしょうね。から真の民主主義とは直接民主主義と。直接民主主義を主に間接民主主義を自由にする真の社会、民主社会を実現することを目指すべきなんだと。そうですね。日本は直接民主主義がほぼゼロですからね。一番進んでるのはスイスでしょうね。ゆかさん、私も郡市の住宅ローンがあるから金稼ぎをしなければならない日々を暮らしています。そういうことでしょうね。だから住宅ローンを30年で倍返しをするっていうシステムができちゃってるんですね。で政府や権力者による個人の自由と基本的人権の破壊には
徹底的に抵抗すると、個人で抵抗すると、たとえ殺されても抵抗するというぐらいの気迫が必要なんですね。砂月さん、マイクロチップ単身のみより単身身寄りのない高齢者資産家の財産を狙うことも可能ということでしょうね。全ての情報が筒抜けになるということから、自分と家族と社会の平和を守る生き方と、それは基本構造、搾取と支配と搾取の基本構造をよく理解する、特に軍事支配の構造ですね、仕組みを学ぶことが必要なんですね。それで真の平和とは何かと、他人を殺さないと、他人の土地を侵略しないと、他人の所有物を略奪しないと、他人の自由を奪わないと、他人の人権蹂躙しないと、すなわち人間の尊厳を尊重するということということですよね。これだっかな。それで、政府や権力者による平和破壊と戦争誘導には徹底的に抵抗するということですね。というのが今日のメインテーマです。もう72分ですね。39名様、全体で179名様、コメントが78件ですね。ということで、今日のメイン、トピックスですね。最初、NHK 岩田明子氏に解散明言、永田町を駆け巡るメモの噂ということで、日刊現代、来年の1月、通常国会冒頭に解散するという岩田メモが出回っていると。これはおそらく本当でしょうね。安倍がわざとそういうふうに解散ムードを前もって情報を移動させることによって、準備させると、野党をビビらせるということでしょう。だから解散権自体は首相にはないんだという、そのことですよ。だから絶対に憲法違反の大嘘の首相には衆議院の、解散権があると、専権事項だという大嘘を絶対、認めないと。で、安倍がおそらく最後になる、彼の任期中最後になる大仕掛けですよね。憲法改正を大義名分にした衆議院解散総選挙は絶対阻止するということですよね。ゆかさん、マイクロチップ、まずペットから、そして、常識化させて、ゆくゆくは人間にもという狙いありそうですねという、そういうことですよ。から弁護士がブログで伊藤詩織さんを侮辱と懲戒審査求める議決が出たという朝日デジタル、これですね、北口というとんでもない弁護士ですよ。K さん、2009年の新型インフルエンザのワクチン接種の時にアメリカのバージニア州の女性兵士がマイクロチップがワクチンで体内に入れられるということを内部告発した。だから兵士にはもうやりたい放題でしょ。上官の命令に従うんですからね。それから終わりなき戦争を終わらせる、これはデモクラシーナウですね。久しぶりに米国の無謀な軍事力行使が今の危機を招いたという中東のいわゆる戦争ですね。それと同じ、デモクラシーナウ
トランプの違法行為に対する不利益な詳細がさらに明らかになる中、共和党議員が大統領弾劾公聴会を妨害したという悪あがきがトランプを支持する共和党議員が悪あがきをしているということですね。では私は修行につき失礼するということですね。配信に感謝しますと砂月さんですね。そしてトランプ氏は人を撃っても逮捕されないクエスチョンマーク、弁護団主張にニューヨーク市長反論と。だからトランプの弁護団っていうのはとんでもないね。トランプが人を撃っても大統領だから刑事訴追されないということをなんか正式に言ってるみたいだけど、バカじゃないかと思うね。公的な大統領の職務上の行為に関しては刑事訴追されないということでしょ。だから私的ないわゆるトランプが拳銃を持って人を撃ったと言って刑事訴追されるのは当たり前じゃないですか。それから今日のなんだ重要情報ですね。リテラですね。これは何かというと、小池百合子か五輪マラソン、札幌提案を潰すために今更東北開催を持ち出したと。さんまや渡辺謙も批判してきた東京五輪の被災地軽視かいうことですね。ということです。今日の放送はこれで終わりですね。1時間77分ですね。41秒。視聴されている方は同時期で36名様、全体で185名様、コメント90件ですね。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日金曜日の放送はこれで終わりです。現在、日本時間で夜の11時7分ですね、なりました。夜遅くなりました。申し訳ないですね。ということで明日は放送はないんですけど、第24回目の猫勉強会やりますんで、もしよろしければ5時7時で、ライブ中継したいということですね。そして、日曜日お休みでまた来週月曜日、よろしければ合流してくださいということで今日の放送これで終わりです。お疲れ様でした。